あとは、普通にトラップの上ですね、飛んでれば、レックスが回り込んできてくれますので、このようにですね、入ってくれます。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、2026年版ティラノサウルスレックス簡易トラップのご紹介です。アークサバイバルアセンディットになりまして、誘導が変わっていくつかトラップ今までにもご紹介させていただいているんですが、なかなか作るのに迷ってしまったり、直線的な誘導で誘導がうまくできなかったりと戸惑われている方も多くいらっしゃるかと思いますので、今回はですね、簡単に作れて誘導も簡単な全方位型のトラップをご紹介しようかと思います。また、よく使われている万能トラップに関してもですね、アップデートが入って少しご紹介の時から作り方が変わっている部分もあり、たまに質問も来るので、そちらの作り方の方も合わせてご紹介させていただきますので、ご確認いただければと思います。また最後に傾斜あるところでの作り方などもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず万能トラップからご紹介していきます。必要素材はこちら。柱が1本、壁が1枚、セラードアが台2枚。レックスの場合はクォーターの壁1枚。以上です。一応ですね、クォーターの壁なくてもレックス万能トラップ使えるんですが、クォーターの壁あった方が誘導が飛躍的に楽になるので、ぜひご活用いただければと思います。では作っていきますね。まず柱を一番高くしておきます。通常万能トラップの場合はですね、セラードアを先に置きます。この向きですね。柱に対してこのように開くようにセラードアの真ん中に置きます。この場合ですね、グライダーとかないと上に登れないんですが、恐竜とかに乗っていただければと思います。そして壁、アップデートで壁に対して付けれるセラードアが1枚だけになったので、先に壁をつけてしまうと壁の下にセラードアがついた場合ですね、上のセラードアが置けなくなるので、そこだけ置けなくなる原因となってますので、先に柱にセラードアを置いてからですね、壁置いていただくとセラードアを置けるようになります。通常万能トラップだとここでセラードアを置くんですが、レックス背が高いのでもう半マス上げます。クォーターの壁ですね。これ下でもいいんですけど、今回レックス用のトラップに関してはですね、壁と別で置くので、後からセラードアそれぞれ置いても問題はないです。セラードアは下と90度違う向きに置いていただくようになります。これでかろうじてジャンプで届くはずなので、これは内側に開くように設置します。そして下を開けると以上です。では実際やっていきますね。このままアルゲンで誘導してもらうと。敵体だけ取れば、あと上に乗ればいいです。この高さだと X ですね。普通に通り抜けてくれますし、アルゲンに攻撃当たる場合もあるんですけど、あんまり当たらないので誘導がしやすいです。下向いて開けていただく。これでですね、もう抜けることはできません。
これ普段の半マス低いパターンだとですね、アルゲンに攻撃が当たって、レックスに押し出されてしまうんですね。上にずっと座ってられなくなるので、一応半マス上げても当たるのは当たるんですが、当たりにくくなってまして、誘導が飛躍的にしやすくなってます。なので、自分も手を抜いてですね、半マス上げないことが多いんですが、今回改めて作ってみてですね、飛躍的に誘導のやりやすさが変わってきますので、ぜひレックスで使う場合は、半マス上げて使うようにしましょう。以上です。では続いてですね、最新全方位トラップのご紹介です。必要素材はこちら。クォーターの壁が8個、柱が8個、プラス三角取り用に土台を2個から5個ご準備いただければと思います。素材は藁でもいいです。できれば5個あった方が作りやすいです。では作っていきますね。まず土台をそのままでもいいんですが、一番上の高さで設置します。これに対して十字に土台を置きます。この状態ですね。そしてクォーターの壁をそれぞれこの外側の両端に置いていきます。全部で8個ですね。これに柱をクォーターの壁の高さに置いていきます。全部ですね。これ置くとき、クォーターの壁にレティクルを合わせていれば、この高さで設置できますので、設置は以上となりまして、真ん中の土台不要となりますので、すべて回収していただいて大丈夫です。ちなみに土台があっても捉えることは可能です。十字の土台が置けることによって、間の段差の影響を受けづらくなりますので、基本ですね、このクォーターの壁の高さから上に何か段差が生まれない限りはですね、抜けることはできないので、ご安心いただければと思います。すなわち、土台を置いた高さの上に何か地形がはみ出したりとかしてない限りですね、このトラップ捉えることができますので、その意味合いでも5個、一旦土台を置いていただいた方が分かりやすいかと思います。では実際やっていきますね。このトラップ見ての通り、サバイバーとかですね、アルゲンみたいな飛行生物でなくても誘導が可能なので、割と使いやすいかと思います。今回はアルゲンで誘導していきますね。アルゲンで誘導する場合ですね、あんまり低く飛びすぎると、このトラップに引っかかってしまうんで、ご注意ください。トラップの上をちゃんと通るようにしていただければと思います。あとは、普通にトラップの上ですね、飛んでれば、レックスが回り込んできてくれますんで、このようにですね、入ってくれます。誘導ですね、こうやって回ってると、ずっとレックスと追いかけっこになったりするので、コツ的にはですね、結構こうすれ違うぐらいの角度で回ってくれると、割と入りやすかったりします。あとは直線上に誘導してもらってもいいんですが、近くにいても、これぐらいの距離で誘導すればですね、さっきみたいに入ってくれますので、ぜひご活用いただければと思います。あとはですね、このようにクロスボウで打っていただいて、眠らせるということになります。あとは肉などを入れて定義完了ということになりますね。以上です。ではですね、一応傾斜がある時の設置についてご紹介しておきます。このように傾斜があるところでもですね、先ほどご紹介した通り、この土台が置ける場所であれば同じように設置することができます。ここも高さ低くなっているんですが、別にこの土台より上でさえなければ抜けることができないので、まず土台を十字に置ける状態であれば、基本的には問題ないです。場合によっては、この高さによってですね、こっちの角度からの侵入はできない場合があるんですが、基本的には中に入って抜けることはないので、そこはご安心いただければと思います。
今回強引に言ってますけど、場所によってうまくですね、傾斜によって高さが合わない場合なんですが、横は置いていただいて、3方向合えば3方向からは入ってきてくれると思いますので、こっちの傾斜に関してはですね、土台でもいいですし、柱でもいいので、間隔を取っていただいて、1本柱立てます。あとはですね、壁をそのまま上に上げていただいてもいいですし、こっち側にも柱を立ててですね、抜けれないようにだけしていただければ、こっからの侵入はできないですが、抜けさえしなければですね、問題ないので、傾斜あるようなところであれば、一応予備としてですね、多めに柱とか壁を用意しておくといいかと思います。別に土台に壁で高さを置いても問題はないです。2、3枚置けば抜けれないと思いますので、あとこっちは普通に設置していただければいいです。これぐらいの高さであれば、土台そのまま置いといた方がいいかもしれないですね。このように地面にスナップしなくて抜ける場合がありますので、傾斜があるところで作る場合は、この土台をですね、石の土台にしといていただければ、土台置いたまま設置することできますのでね、ご活用いただければと思います。今ちょっと高さを強引に高くしたので、バランス悪いですが、基本的には高さ調整してですね、傾斜が高い位置で、土台の頭が抜けないぐらい、土台が綺麗に映るぐらいの形で置けば、大概の傾斜は土台置けると思うので、この状態で置いていただければ問題なく十字で置くことができるかと思いますし、利用することができます。こっちの角度からの侵入ができない可能性があるぐらいですかね。なんで結構いろんなところで使うことできますので、ぜひご活用いただければと思います。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、2026年版レックストラップご紹介させていただきました。結構ですね、いろんな場所に対応できるかと思いますし、全方位なんで、だいぶですね、誘導も楽にできるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。作りやすさも土台さえ置いてしまえばですね、簡単に設置することができますので、ぜひご活用いただければと思います。一応クォーターの壁の下側から上にですね、何も出張っているものがなければ抜けることはありませんので、ご安心いただければと思います。基本的には土台が置ける段階でですね、その上に置いているものってあんまりないと思うので、土台5個用意してですね、設置していただければいいかと思います。今回コスト削減で土台抜いてますが、土台ついたままでも問題はないので、めんどくさい場合はですね、石の土台用意してそのまま置いといていただいても問題はないです。ただし外側に柱を置くのだけは忘れないようにしましょう。柱がないと入れないので。欠点としてはですね、万能トラップのように柱1本で全て回収みたいなものがないので、回収する時だけちょっと面倒なんですが、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。